おはようございます。冒頭3件申し上げます。まず1件は社会保険料の改定の特例でありますけれども、社会保険料については、今般の新型コロナウイルス感染症に伴い、多くの事業者の収入が減少しているという状況などを踏まえ、4月30日から社会保険料の支払いを無担保延滞金なしで猶予する仕組みを設けております。日本年金機構の受付分について、これはまさに厚生年金保険料と、それから協会憲法分の健康保険料となりますが、これについては、6月12日時点で37,540件、約1000億円の猶予を行っております。でこれ以外に健康保険組合受付分として、これちょっと数字の取り方は違いますが、令和2年2月から4月分として、78組合において猶予が発生をし、約42億円が猶予されているということであります。また国民年金保険料についても収入が減少するなどし、当年中の見込み所得が免除基準に該当する方に対しては、免除の特例も設けております。5月末時点でありますが、4022件の承認を行っております。また、国民健康保険料などの保険料減免を行った市町村等に対しても、別途財政支援を行うことにしており、各市町村における状況については、8月頃に全体を把握したいと考えております。こうした措置に加えて、今般、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業に報酬が著しく下がった方の社会保険料について、毎年9月に定時改定されますけれども、それまでの期間の保険料分の改定の特例を設けることにいたしました。具体的にはお手元にチラシをお配りしていると思いますが、通常の随時改定というのは、報酬の低下後4ヶ月目から保険料が減額改定されるということでありますが、今回は特例的に翌月から減額改定を行う手続きとしております。休業によりこうした提供を受けている被保険者の方がおられる事業者の皆様にご活用いただきたく、日本年金機構分に関しては本日、また各健康保険についてはそれぞれ各健康保険組合において随時対応が出されていくというふうに承知をしているところであります。2点目でありますけれども、医療機関に対する医療用物資の緊急配布に関してであります。医療用マスク、サージカルマスク、N95 マスク、医療用ガウン、フェイスシールド、手袋等の医療用物資については、新型ウイルスの感染再燃にも対応できる分量が医療機関等に切れ目なく配布することができるよう、5月における予備費と第2次補正予算を合わせて約6000億の予算を確保しております。国において確保した医療物資は、これまで感染した患者などを受け入れる医療機関、クラスターが発生した医療機関、介護施設など優先的に配布をしてまいりました。例えば、サージカルマスクについては、この間、1億8216万枚、N95 については約488万枚、アイソレーションガウンについては約2592万枚、フェイスシールドについては739万枚を国から直送するか、あるいは都道府県を介する形で配布をさせていただいております。そうした中で、今の中に含まれておりますが、備蓄量が少なくなっているなど、特に緊急性の高い医療機関に対しては、GMIS のウェブ調査を活用して配布を行ってまいりましたが、今回、この仕組みについて、これまで毎週1回水曜日の対応としていったものを、毎日の対応ということにしていくこと、また、備蓄の見通しが1週間以内としていたものを2週間から3週間以内ということで、対象期間を拡大をしていくということにしております。これらの取り組みは7月1日から開始をする予定であります。具体的にはお手元に資料が配布されているというふうに承知しております。最後でありますけれども、昨年6月に成立し、本年4月1日に施行されました新救命等推進基本法において、厚生労働大臣を本部長とする新救命等推進本部において新救命等に関する施策の推進計画の案を策定することとされております。
新救命等推進本部お手元にありますように、関係閣僚有識者からなっておりますけれども、第1回会議を持ち回りで開催し、昨日終了いたしました。具体的な段取りを決定したところであります。ここでは、本部の下で新救命等推進計画検討会を開催をして、具体的な計画案の検討を進め、来年春頃までに成案を打つとしたところであります。第1回の検討会については、7月末頃に開催をする予定で、今、調整を図っているところであります。私の方から以上です。